皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆけです。今回はなんとですね、こちら6月上旬に発売予定のソニーのハイエンドスマートフォン Xperia 1 Mark 6を先行レビューしていきたいと思います。こちらソニーマーケティングさんにお借りしたものになるんですけど、その前段にですね、天王ザイルで行われた Xperia スペシャルイベント2024にもお招きいただきまして、そこでは Xperia 1 Mark 6のカメラ性能だったりスピーカー性能、バッテリー性能なんかを各ブースに分かれて実際に体験することができたんですよね。今回はそういったイベントの内容も含めて Xperia 1 Mark 6が従来モデル Xperia 1 Mark 5からどう変わったのか、カメラやゲーム性能はどの程度なのか、また今回注目されているディスプレイ変更について僕自身どのように思っているのかなど、幅広い視点でレビューさせていただければと考えています。はい、ということでですね、早速レビューさせていただきたいと思うんですけど、今回お借りしたこちらはですね、おそらくですけど au のキャリア版になると思います。こちらのキャリア版については6月上旬以降の発売を予定していて、ソニーストアから販売される SIM フリー版については RAM12GB のモデルが6月21日、RAM16GB のモデルが8月23日の発売となるようです。ゲームをバリバリやるって方じゃない限りは RAM16GB もいらないんじゃないかなって思いますが、通常モデルよりも約2ヶ月遅れての発売になるので、狙っている方は注意が必要ですね。それではまずこちら Xperia 1 Mark 6のデザインだったり基礎スペックの方について触れていこうと思います。どうですかね。デザイン自体は従来モデル Xperia 1 Mark 5と大きな違いはなく、引き続き高級感のあるデザインになっていますよね。今回お借りしているこちらはプラチナシルバーというカラーになっていて、キャリア版だとこちらの他にブラックも用意されています。また SIM フリー版ではこちらの2色とは別にカーキグリーンとスカーレットというプレミアムカラーも用意されていて、どの色もめちゃくちゃかっこいいですよね。イベントで実際に見てきた感じでは特にスカーレットの色味がすごくかっこよくて、エクスペリアシリーズで赤系の色味が採用されるのが実に7年ぶりということもあり、一部界隈ではスカーレットを押す声が大きい印象を受けます。また今回からこのカメラフレームの部分が本体のカラーバリエーションに合わせた色味になっていて、よりおしゃれに、そしてカメラのレンズ部分が際立って見えるんですよね。この部分も個人的には評価できるポイントです。そして見た目として若干変わった部分がこのディスプレイサイズです。画面のアスペクト比が21対9から 19.5 対9へと変わったことで、若干ですね、横幅が広がったんですけど、エクスペリアらしさが損なわれることはないぐらいの変化だと個人的には思っています。逆に持った時の印象としては、重心の違いからか従来モデルよりも軽く感じるんですよね。そして背面は Xperia 1 Mark 5と同様、反射や汚れを軽減するとともにグリップ力の改善につながるソニー独自のテクスチャーを施した高耐久な機能性ガラスを採用しています。擦るとですね、こんなような音が出るので、ちょっと悪く言うとプラスチックっぽい感じもして賛否が分かれる背面なんですけど、傷もつきにくいですし、ケースがない状態でも持ちやすいので個人的には結構好きなデザインですね。カメラ部分はXperia 1 Mark 5と同様にメタルフレームで覆われたレンズが一つ一つガラスで覆われているんですけど、今回望遠機構の刷新によってなのかレンズ部分が若干大きくなっている気がします。先ほども説明した通り、レンズ周りのフレームも本体カラーに合わせた色味になっているので、レンズ部分が際立っていてカメラらしさも感じられるので、個人的にはかなり好みのデザインですね。そして側面の右側には指紋認証が統合された電源ボタンと音量ボタン、そしてシャッターボタンが搭載されたおなじみのボタン配置なんですけど、このシャッターボタンが従来モデルよりも大型化されているためかなり押しやすくなった気がします。また側面に関してはこのように横方向のスリットが入っていて、こうやってカメラを構えた時のねじれ方向の滑りを抑制してくれる働きもしてくれているみたいですね。そして上部には 3.5mm のイヤホンジャックもしっかりと搭載されており、下部には USB Type-C と、これが SIM トレイとマイクロ SD トレイになりますね。こういったイヤホンジャックってだんだんとなくなってきているんですけど、Xperia では引き続き搭載してくれていて、こういったところも嬉しい部分ではありますね。それでは基本的なスペックのご紹介なんですけど、本体サイズは縦 162mm、横 74mm、厚さ 8.2mm、
ディスプレイサイズは 6.5 インチ、解像度はフル HD プラス、リフレッシュレートは1から 120Hz の可変リフレッシュレート採用で、チップに関してはハイエンドチップのスナップドラゴン8 Gen 3を搭載。またキャリア版のメモリーは 12GB、ストレージは 256GB、SIM フリー版のメモリーは 12GB と 16GB それぞれのモデルがあり、ストレージは 512GB に統一と、RAM、ROM メモリーについては3モデル構成に増えており、ユーザー側の選択肢が多少増えた感じですね。それでは続いて皆さんが気になるであろうディスプレイについて見ていきましょう。2019年の Xperia 1から一貫して21対9のアスペクト比にこだわっていましたが、今回の Xperia 1 Mark 6では 19.5 対9のアスペクト比へと変更になりました。アスペクト比21対9のメリットとしては、スマホで映画館さながらの映像を撮影し、そして視聴できる点、2つのアプリを1画面に大きく表示できる点などが挙げられるんですけど、現環境では YouTube や TikTok などスマホに最適化された縦画面を見る人も増えており、アスペクト比21対9ではコンテンツの両端が切れてしまうこともあるんですよね。そういったユーザーの意見やクリエイターのことも考えての方針変更だったのかなって思います。実際にこのようにして YouTube の横動画を流してみると、以前よりも両サイドの黒帯が細くなっていますよね。この変更について賛否両論はありますが、多くのユーザーにとっては嬉しい変更だったんじゃないかなって思います。また従来モデルでは 4K だった解像度がフル HD プラスへと変更になっていまして、この部分についてもスマホに 4K ディスプレイは必要かと前々から言われていたこともありますし、実際に 4K コンテンツよりもフル HD コンテンツの方が充実しているこの現状では、宝の持ち腐れ感があったように思います。一部では Xperia の特別感がなくなったとの声もありましたが、実際にネット動画とか見てもですね、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。っていうのも、ソニーってテレビのブラビア開発にも力入れていますよね。僕もよくテレビの方もレビューさせてもらっているんですけど、そのブラビアの画質や色合い、立体感を忠実に再現したパワードバイブラビアに対応することで、これまで以上に鮮やかさと照り返される光の輝き感が圧倒的に違うんですよね。実際にこちらがイベントで撮影してきたスマホごとの比較で、真ん中が Xperia 1 Mark 6になるんですけど、鮮やかさ全然違うの分かりますかね。実際にこちらでも流してみているんですけど、やっぱり鮮やかさとか輝き感、それに立体感もちゃんとブラビアの映像美を踏襲しているのが分かりますね。あとこちらサンライトビジョンという新機能も追加されていて、直射日光下でもディスプレイの輝度を保ってくれることで、こうやってスマホでの撮影時もしっかりと視認性を確保してくれているんですよね。ディスプレイ輝度自体も従来モデルから約 50% もアップしているので、屋内屋外問わず使用環境を選ぶことなく使用できるのは嬉しいですよね。さらにですね、こちら1から 120Hz の可変リフレッシュレートにもようやく対応してくれていまして、これに対応したおかげで省電力にもつながりますし、こうやって画面をスクロールする際もですね、指に吸い付く感じがして、さらに滑らかになった印象を受けました。続いては Xperia の強みでもあるカメラ機能について見ていきましょう。カメラについては全部で3つのレンズが搭載されていまして、上からですね 16mm の超広角レンズ、真ん中が 24mm および 48mm の広角レンズが搭載されていて、一番下には 85mm から 170mm の望遠広角ズームレンズが搭載されています。特に今回進化したのがこちらの望遠広角ズームレンズになっていて、従来モデル Xperia 1 Mark 5では 125mm だった望遠端が 170mm まで延長されているんですよね。これによって 16mm から 170mm の広い領域をこれ1台でカバーすることができるので、ほんと撮影の幅が広がりそうです。またメインの広角レンズでは従来モデルと同じ2層トランジスタ画素蓄積型 CMOS イメージセンサーが搭載されていて、2倍ズーム時に4800万画素の中央をクロップし、約1200万画素で切り出すことによって 48mm 相当の焦点距離を実現しているんですよね。実際に同じ風景を 16mm から 170mm の範囲で撮影したものがこちらになるんですけど、どの焦点距離からでも綺麗に撮影できているのがわかりますよね。
あと人物を撮影する時にもボケモード、いわゆるポートレートが非常に重宝してですね、こんな感じで被写体の輪郭なんかも全然不自然になることなく、まるで一眼レフカメラで撮影したかのようなボケ感が楽しめちゃうんですよね。これは本当実用的だなって思いました。さらにですね、今回からテレマクロ撮影というものにも対応していて、こちら望遠カメラを活用しているので、こんな感じで被写体から数十センチほど離れた場所からでもクオリティの高いマクロ撮影ができるんですよね。数十センチ離れることで被写体に影が入らないってところも他のスマホにはない特徴なのかなって思います。実際にこちらがスペシャルイベントにてテレマクロ撮影してきた写真になるんですけど、ほんとクオリティ高くて驚きましたね。実際の使い方としては、カメラアプリを立ち上げてこちらのその他にあるテレマクロに設定するとテレマクロ撮影をすることができます。こちらのマニュアルフォーカスをいじることで被写体からの距離を調整することができまして、この右下にあるピーキング機能をオンにすることによりピントがあった部分が黄色く表示されるので、実際に今ピントが合っているかリアルタイムにわかるようになっています。このピーキング機能があることによってほんと簡単にクオリティの高いマクロ撮影ができるので、撮影するのがめっちゃ楽しいんですよね。ちょっと今触れたカメラアプリについてもですね、従来モデルとはちょっと変わっていて、これまで搭載されていたシネマプロ、フォトプロ、ビデオプロという3つのオリジナルカメラが今回から1つのカメラアプリに統合されたんですよね。大元となっているのはフォトプロなんですかね。それにビデオプロとシネマプロが吸収された形になっていて、カメラ初心者でもカメラアプリをパッと起動してすぐに撮影できる感じです。ただそこはエクスペリアですよね。簡単な撮影モードでもここをいじることでフォーカス調整もできますし、ここからシャッタースピードをいじったりすることもできます。あとこちらのフィルターからですね、ソニーの強みでもある S シネトーンを使うこともできるんですよね。撮影中のプレビュー画面でも S シネトーンのフィルターがかかっているので、撮影しながらその場の雰囲気で色々変更できるってところもいいですよね。そしてもっと追い込みたいよって方に向けて、こちらのプロモードも用意されていて、 M モードにすればですね、このシャッタースピードはもちろん明るさや ISO 感度までシームレスに変更できますし、このようにファンクションキーの中には連写モードやホワイトバランスなども用意されていて、本当一眼レフカメラと同じような操作画面、直感的な操作で撮影を楽しむことができちゃうのもエクスペリアの強みなんじゃないかなって思います。続いてはゲーム機能の方を見ていきましょう。こちらの Xperia One Mark 6ではゲーミング性能にも定評のあるクアルコムのハイエンドチップスナップドラゴン8 Gen 3が搭載されているので、高精度のゲーミング体験ができるみたいなんですよね。今回は重量級の 3D ゲームの原神を実際にプレイしていきたいと思います。はい、今実際に高画質 60fps でプレイしているんですけど、比較的重い原神でもかなりヌルヌルに動いてくれていますね。こちらのアイコンをタップすると従来通り現状の FPS や消費電力などのゲーム中のパフォーマンスが見れるようになっています。またゲームプレイ時の敵といえば発熱になるんですけど、今回からですね、放熱に特化したベイパーチャンバーも搭載していて、長時間ゲームをプレイしていても思ったより熱くならないんですよね。常に高いフレームレートをキープしつつサクサクゲームをプレイできるのは本当スマホゲームをよくする人にとっては嬉しいポイントだと思います。何よりベイパーチャンバーを搭載した上でよくこの薄さ実現したなってところに個人的には感動してしまいましたね。続いてはオーディオ性能を見ていきましょう。こちら Xperia One Mark 6ではフルステージステレオスピーカーといって画面上部と画面下部のこの位置にスピーカーが搭載されているため、こう横に持った際に両サイドから音に包み込まれるような立体音響を堪能できるんですよね。今回はその内蔵スピーカーのユニットを刷新していて、低音域の音圧が20から 50% も向上しているみたいなんですよね。それではどのぐらい音質が向上しているのか皆さんにも聞いてもらいたいと思います。What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm trying to live inside
deep side down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10.実際に視聴してみて、電子音やボーカルの高音からドラムやベースの低音まで、それぞれの音の粒立ちがはっきりしていて、とてもスマートフォンから鳴っているとは思えないような音質だったなっていう印象を受けました。また、こちらでは立体音響技術360リアリティオーディオや、ステレオ音源をマルチチャンネル音源へと変換する360アップミックス、MP3 などの圧縮音源をハイレゾ級にアップスケーリングする DSE Ultimate などの各種音響技術も備えていますし、ハイレゾ対応の 3.5mm イヤホンジャックや Bluetooth オーディオも備わっているので、この1台でかなりハイクオリティなオーディオ体験をすることができます。続いてはバッテリーについて見ていきましょう。今回こちらの Xperia One Mark 6をお借りして、ほぼ毎日こちら触っているんですけど、その中の1日の僕の行動をピックアップして充電の減りを記録していきました。その1日の流れをまとめたものがこちらになりまして、ですね、ほんと驚くほど充電が減らなかったんですよ。結構フルで使ったなって印象だったんですけど、1日の終わりのバッテリー残量は 64% でした。特に動画視聴ですよね。Amazon プライムビデオで映画を丸々1本見た時のバッテリーの減りが 6% だったのには本当に驚きました。音もエクスペリアのスピーカーで流していたんですけど、これまでのエクスペリアとは比較にならないほどバッテリー持ち良くなっているっていう実感が持てましたね。実際にバッテリーテストを行っている世界的ラボメディア GSM アリーナでも世界2位のバッテリー持ちを獲得していますし、やっぱりディスプレイの刷新や可変リフレッシュレートへの対応などがこのバッテリー持ちという面にも寄与しているんじゃないかなって思います。さて、今回は6月上旬以降発売予定の Xperia One Mark 6を一足先にレビューする機会をいただいて、従来モデル Xperia One Mark 5からどう変わったのか、ディスプレイやカメラ性能からゲーム性能、バッテリー持ちまで幅広い視点でレビューさせていただきました。それでは最後にですね、僕がこの Xperia One Mark 6を使ってみて特に使いやすい、素晴らしいと思った点を3つ紹介して終わりたいと思います。まず1つ目がテレマクロ撮影ですね。こちらの Xperia One Mark 6のカメラは日常使い、例えば風景を撮ったり人物を撮ったりっていう場面でもかなり重宝するんですけど、今回新たに搭載されたテレマクロっていうのが本当にすごかったっていうか、写真を撮る楽しさっていうのを呼び覚ましてくれたんですよね。近くに寄らずともマクロ撮影ができますし、オートフォーカスじゃなくて自分でいい位置を探して撮影するっていうのがカメラ初心者の方でも楽しめるポイントなんじゃないかなって思いました。まさかこのスマホ1台で我を忘れて1時間も2時間も撮影に夢中になっちゃうなんて思わなかったです。良かったポイントの2つ目がディスプレイの刷新です。このディスプレイ、人によっては劣化したとかエクスペリアの特別感なくなったとか賛否が分かれる部分ではあるんですけど、個人的にはこの思い切った変更には称賛を送りたいですね。アスペクト比が21対9から 19.5 対9へ変わったことで YouTube などの横動画や YouTube ショーツや TikTok などの縦動画もめちゃくちゃ見やすくなっていますし、画質自体もですね、ブラビアの画質や色合い、立体感を忠実に再現してくれているので、これまで以上に映像が綺麗になっているくらいなんですよね。あとは輝度も従来モデルから 50% もアップしているので、直射日光下でも画面が見やすいっていうのも嬉しいポイントでした。そして良かったポイントの3つ目がやはりバッテリー持ちです。これはディスプレイの刷新が大きく寄与した結果だとは思うんですけど、やっぱりバッテリー持ちが凄まじくいいんですよね。なんて言うんですかね、今のメインで使っているスマホとのギャップがありすぎて、もうこのぐらい減ってるだろうなって思ってバッテリー残量見ても全然減ってないんですよ。やっぱりスマホの充電って極力したくないですし、旅行先でフルで使っても2日間は普通に持つレベルなので、バッテリー持ちがいいっていう点は日常使いする上で間違いなく貢献してくれるポイントだろうなって思います。そして気になるお値段はこちらです。各キャリアモデルと SIM フリーモデルでの価格の違いはありますね。また各モデルで
2年後返却または1年後返却すると実質負担額も変わってくるので、そこら辺の計画もしっかりと立てておくことをお勧めします。詳細については概要欄にリンク貼っておきましたので、そちらからチェックしてみてください。今後もこういったスマホや家電、ガジェットの最新情報やレビュー動画なんかをじゃんじゃん上げていこうと考えていますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方をお願いします。また今回の動画分かりやすかった、ためになったって思っていただけたのであれば、ぜひ高評価ボタンも押していただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけでした。